この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は Raspberry Pi 5についてレビューしていきます。こちらの Raspberry Pi 2023年の9月に発表があって、その後海外で発売が開始されました。で、日本は電波法であったり技的の関係があって2024年になってようやく発売です。そんな待ちに待った Raspberry Pi 5が手元に届きましたので、ようやくレビューします。実際の使い心地であったり、あとは GPIO の遅延なんかがちょっと話題になっていましたが、そこら辺も含めてレビューをしていきます。その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。JLC-PCB で安く早くプリント基板が作れるのですが、そんな JLC-PCB の日本語ウェブサイトがようやくオープンしました。やはり日本からの注文がかなり増えてきたということで、日本語対応のアップデートとなりました。これまで使っていた人も日本語で注文できるようになります。概要欄にリンクありますので、ぜひ一度使ってみてください。こちらが Raspberry Pi 5です。販売価格ですが15,000円前後です。なんか意外と高くなってますね。確か初代の Raspberry Pi が4,000円前後で買えたことを考えると、あまり気軽に買える値段ではなくなってきています。日本で販売される前に技的なし版も実は購入していました。技的のありなしで違う点は、ここに技的シールが貼ってあるかないかの違いだけです。日本向けのために仕様を変えるのは大変なので、本体には技的のマークはついていません。ここに技術適合のシール貼ってありますが、これは混ざらないように貼り付けたものです。ハードウェアの構成について Raspberry 4と比較しながら見ていきます。結構変わっていますね。右手に Raspberry 5を持っていますが、RJ45 と USB2.0 のコネクタの位置が変わっています。これについては Raspberry 3B までこの配置だったものが Raspberry 4で入れ替わったので、元に戻ったと言って良いでしょう。フォームファクターは変わっていません。取り付け用のネジ穴位置は同じです。こちらの SOC ですね。SOC の位置は4から5で変わっているので、冷却ファンなどの流用はできません。他にも Raspberry 5では電源ボタンの追加、イヤホンジャックの廃止などハード面での変更点は多数あります。Raspberry 5について見ていきます。SOC はブロードコム BCM2712 2.4GHz 4コア Cortex の A76 です。こちらに GPU も内蔵しています。同じくブロードコムのビデオコア7です。CPU のベンチマークスコアについてです。Raspberry 4と比べて Raspberry 5は3倍以上性能が高くなっています。スペック面では Raspberry 4が 1.5GHz のクワッドコアであったのに対して Raspberry 5は 2.4GHz のクワッドコアになっています。性能は大幅向上です。以前アップロードした動画で Raspberry 5と、そして同じようなシングルボードコンピューターで ROC5 というのがありますが、そちらのベンチマークのスペック比較があります。そちらについてもぜひご覧ください。RAM の容量についてはこちらに記載があります。基板上に実装された抵抗の位置で表示という風になっています。1GB から 2GB、4GB、8GB という風になっています。現在のところ販売されているのは 4GB と 8GB モデルのみです。もしかすると今後下位モデルのラインナップが増える可能性もありそうです。電源については USB Type-C です。5V 5A 推奨です。PD には対応していないようです。どうせなら PD 対応してほしいんですけどね。ちなみに推奨されている 5V 5A 以下でも動作しますが、起動時に警告が出ます。今回は手元にあった 5V 3A の電源を使用します。あとはこちらに PCIe のコネクタがあります。別基板につなぐことで SSD 化もできます。ちなみに標準のストレージはマイクロ SD カードです。Raspberry 5、性能が上がって発熱がそこそこきつくなってきました。ですので今回からは公式から冷却ファンが発売されています。冷却ファンなくても動きますが、発熱がそこそこあるので、やはり冷却ファンあった方が安心はできますね。では早速起動していきます。こちらのマイクロ SD カードにラズパイの OS を焼きました。そしてこちらの電源ボタンですね。今回つきましたが、こちらを押すと起動するようになっています。特に問題なく起動しました。ちょっとブラウジングでもしてみますか。使い心地ですね。若干もっさりはしてるけど、なんかスクロールとか結構早いですね。全然ストレスはないです。ウェブページのブラウジングなんかも問題なくできています。画像の表示なんかも問題なくできていますし、しっかりと早いですね。動画も見てみます。こちらの動画を見てみましょうか。そうですね。カクつきとかも全くないですね。動画を見るっていうのは割と重めのブラウジングかと思いますが、問題なく動作しています。
ラズパイ5で噂になっていたデスフラッシュ現象を見てみます。デスフラッシュ現象というのは、こちらの回路に強い光が当たると、この動作に不調をきたす現象のことです。例えばカメラのフラッシュなので強い光が当たると、光電効果によって回路中に電子が放出されます。デスフラッシュ現象はそれが原因とされています。では実際に試してみます。動画を再生しながらこちらに強い光を当ててみます。では行きます。こんな感じですね。はい、止まりました。こちらの HDMI と USB Type-C 周りの回路に強い光を与えると電源が落ちてしまいます。ラズパイ5にそこまで強い光が当たることはあるかと聞かれると、そこまでないかなとは思うんですけど、こういう風にですね、やはり落ちてしまいます。こちらのデスフラッシュ現象についてはラズパイ2、3の時に話題になっていましたが、こちらの5になってそれが再発したようです。性能的にラズパイ5問題なく使えそうだということが分かりました。ここからはベンチマークをいろいろと回していきます。まずはストレージの速度測定からです。ラズパイ5は PCIe ポートに NVMe シールドを取り付けることができます。それを使うと SSD がマウントできるんです。実際に取り付けてみました。しっかりと SSD がマウントされていることも確認できます。SSD とマイクロ SD で速度のベンチマークをしました。SSD の場合、書き込み、読み込みともに 400MB 毎秒程度です。こちらの SSD コントローラーチップの問題でしょうか、そこまで速度が出ていません。ですけども、マイクロ SD よりかはかなり速いです。そして耐久性も SSD の方が上かと思います。ですので、普通に使う分には多少快適になるかと思います。SSD を使用した場合の速度が遅くて気になったので調べてみました。どうやら設定を変えると PCIe 3.0 の状態で使えることが分かりました。デフォルトでは PCIe 2.0 です。こちらが設定を変えたベンチマークです。シーケンシャルの性能で毎秒 800MB 前後と倍程度まで速度を向上しました。ちなみにストレージの違いによる起動速度はこちらです。マイクロ SD は起動に30秒程度、SSD を使うと起動は15秒程度に短縮されます。SSD にすると約半分になります。SSD はあった方がいいですね。ただ SSD 自体の価格入れるとですね、こちらトータルで2万円以上になります。マイクロ SD でもいけはするんですけど、SSD にするとちょっと高いかなって思いますね。次はネットワーク速度の測定です。ラズパイ5有線でも使えますし、無線でも使えます。ラズパイ5は最初から Wi-Fi モジュールがこちらの基板上に実装されています。こちらにアンテナのパターンなんかがありますね。ネットワーク速度の測定には iPerf3 を使いました。こちらが測定結果です。ラズパイ5の有線接続は 1Gb イーサーネットです。結果を見てみると、有線であれば上下ともに 1Gb の帯域はほぼ使い切れています。一方で無線はどうかというと、こちらの結果を見ると少し遅いですね。上下ともに 50Mbps 程度しか出ていませんでした。あまりにも速度が遅いということで、こちらの Wi-Fi チップについて調査しました。使用しているチップは BCM4345 でラズパイ4と同じです。Wi-Fi の設定を見直したところ 5GHz で接続できました。5GHz で再度 Wi-Fi の速度を見てみます。そうしますと上下ともに 200Mbps とだいたい4倍くらいに速くなっています。ですが帯域を使い切るほどの速度は出ませんでした。次は CPU のオーバークロックをやってみます。元々の CPU の設定ですが 2.4GHz の 1.2V です。オーバークロックするにはこちらのファイルを編集しました。こちらの周波数をさらに高くしていきます。問題なく動作する周波数の上限ですが、今回試したところですと 2.8GHz の 1.4V です。2.9GHz とか 3GHz だと動作が少し不安定になります。2.8GHz が問題なく動作する周波数の上限かなといったところです。処理速度がどのくらい変わるかも確認しました。こちらが CPU のベンチマーク結果です。ベンチマークには Unix ベンチを使いました。こちらの結果を見てみるとオーバークロック前と後で 10% ほど性能が上がっています。この結果を見てみると場合によってはオーバークロックはありです。ちなみに今回は純正冷却ファンをつけた状態でオーバークロックの試験をしています。発熱や冷却のことを考えるとこのくらいが限界かと思います。次はラズパイ5の GPIO の仕様変更について確認していきます。ラズパイ5の GPIO の変更点として SoC と GPIO ピンの間にこちらのコントローラーが一つ挟まるようになりました。RP1IO コントローラーです。
ラズパイ4は SoC から直接 GPIO のピンが出ています。一方でラズパイ5はどうかというと SoC があって RP1IO コントローラー、そして GPIO の順に接続されています。こちらの RP1 というチップなんですけども、一般的な PC でいうとこのサウスブリッジのような役割を果たしています。それ以外にも USB や Ethernet の通信も担当しています。この IO コントローラーを使うという仕様変更によって GPIO の応答速度が遅くなるといった声もあります。ラズパイ5の SoC と RP1 は PCIe バスでつながっています。確かにデータシートを見てみると PCIe と RP1 の間では通常1マイクロ秒程度のレイテンシがあるとされています。これについて GPIO SoC の間でどのくらい遅延があるのかを検証します。まず最初はラズパイ5の GPIO の書き換え速度を見ていきます。ちなみに今回実験で使用したプログラムは全て C 言語で書きました。C 言語はコンパイラによって機械語に翻訳してそれを実行していくタイプのプログラムです。今回はやっていませんが Python のようなインタープリタがその都度ソースコードを解釈していくプログラムで書いた場合、さらに実行速度、そして CPU の性能の違いの影響が出るかもしれません。今実際に GPIO の出力の書き換え速度を測定しています。これは何をしているかというと GPIO の出力を可能な限り早くハイローを切り替えるというものです。このような波形になります。ハイローを繰り返していますね。実際にはこちらの波形1周期で2回分 GPIO の出力を書き換えています。なので表示は 1.2MHz くらいですけど、実際には 2.5MHz 程度で書き換えができているということになります。こちらのラズパイ5以外にもラズパイ4とマイコンであるラズベリーパイピコについても同様の実験をしました。GPIO 出力の書き換え速度はラズパイ4で 440kHz、ラズパイ5は 2.5MHz となっています。ですのでラズパイ5の方が5倍程度高速です。一方でマイコンのラズパイピコは 16.6MHz とこれらのラズパイ4、ラズパイ5よりもずば抜けて高速です。また実際に波形を見てみるとラズパイピコは常に一定間隔の波形が出ています。ラズパイ4、ラズパイ5は周期に若干振れ幅があります。これは OS の動作が影響しているかと思うのですが、それについては後で解説します。次は GPIO の応答速度の測定をします。これは何をしているかというと GPIO に入力があってから出力にレスポンスを返すまでの時間を測定しています。この応答時間はホワイルループの中で条件分岐するプログラムで測定しました。ラズパイ5の GPIO ピンの出力にタクトスイッチを取り付けています。このスイッチを押してみると、はい、青色の波形が立ち上がりました。これはタクトスイッチの信号です。その後しばらく時間が経過してラズパイ5の中でちょっと処理をしてですね、そして GPIO の出力が立つという風になっています。こんな感じで何回か試していますが、結構信号の幅にばらつきがありますね。中身での処理の違いに結構ばらつきがあります。こちらが実験結果です。応答時間にばらつきがあるので何回か試してその平均を取っています。ラズパイ4は 4.4 マイクロ秒程度、ラズパイ5は 1.9 マイクロ秒程度となっています。ラズパイ5の方が速いです。ラズパイピコでも同じようなことを試してみました。ラズパイピコかなり速くて 0.1 マイクロ秒という結果になりました。ちなみにラズパイピコはマイコンなのでハードウェア割り込みが使えます。そのハードウェア割り込みを使った時の応答時間はこちらです。応答時間は 2.76 マイクロ秒と遅くなってしまいましたが、毎回応答時間はほぼ一定となっています。これまでの GPIO の実験で分かったことをまとめるとこの3つです。まず1つがラズパイ4よりラズパイ5の方が若干速い。2つ目がラズパイ4、5よりラズパイピコの方が圧倒的に速い。そして3つ目ですが、ラズパイの応答時間は時と場合によってまちまちだということです。ですね、ここでコンピューターについて少し復習します。この図で書かれているようにコンピューターはメモリー上のプログラムに書かれた命令を一つ一つプロセッサーが読んでいくことで動作します。この実験で注目すべき点は CPU の性能で劣るはずのラズパイピコマイコンがなぜラズパイ4、5よりも高速に動作できていたかという点です。それはソフトウェアの構造の違いにあります。マイコンは電源が投入されるとブートローダーが RAM にプログラムを展開して動作します。つまりマイコンはプログラムがハードウェアリソースに直接触れられるので応答速度が速くなります。一方でラズパイはどうかというとハードウェアの上で OS が多数のプロセスを管理することで動作します。
この OS があることによってラズパイはプロセスのスケジューリングによる遅延が発生します。また他の要因として OS 上に GPIO 制御を仲介してもらう処理による遅延も考えられます。こちらの図ですね。ラズパイ4とラズパイ5で比べると今回はラズパイ5の方が速いことが分かりました。これは CPU の処理速度が向上したことなどが理由として考えられます。このように OS が載ったコンピューターで応答速度が遅いというのは仕方のないことです。使う人にもよるかと思いますが、電子工作で遊ぶとかそのくらいのレベルならこのくらいの遅延は問題にならないことがほとんどかと思います。もしこれよりも応答をさらに速くしたい場合なんかはマイコンであったり FPGA を使った方がもしかしたら良いかもしれません。それ以外にもリアルタイム OS を使うのも選択肢に入ってくるかと思います。あとは GPIO でこれまで使えていたライブラリーですね。PyGPIO ライブラリーが使えなくなってしまったとか、そういったかなり重大な変更点なんかもあります。というわけでここまでラズベリーパイ5をレビューしてきました。皆さんだったらこちらのラズベリーパイ5どういう風に使いますかね。ぜひコメントをください。コンピューターとしては私たちが普段使っているようなコンピューターにだいぶ近づいてきたかなと実際使ってみてそんな感想を持ちました。消費電力発熱も増えてきてかなり熱くなってきます。Linux の組み込み用途で使いにくくなってきたのではないかという声もあるかと思います。そんな場合はラズパイ 0W とかを使うといいと思います。最近ではマイコン単体で Wi-Fi に接続できたり、あとはこういったミニ PC なんかもかなり台頭してきています。こちらなんかはインテルの N100 の CPU が入っててだいたい2万円くらいで購入できるものです。このように気軽に使えるような開発環境が増えてきたというのはいいことです。その中でもこういったシングルボードコンピューターを使うのか、マイコンを使うのか、それともこのようなミニ PC を使うか、用途やコストなどを考えて最適なものを選んでいくというのが今後重要になってきます。その中でも特にラズベリーパイの利点は本体の入手性の高さ、サードパーティー製部品がたくさんあること、そして何より使っている人がたくさんいるのでノウハウが蓄積されているという点にあると思いました。というわけでですね、もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、一見の公式 LINE もやっています。そこでしか出さない情報やセールなどを配信するので、もしよかったら友達になってください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。最後にお知らせです。YouTube のスポンサー動画非常に好評でして、ぜひ私たちのところでもやってみたいという会社を現在2社限定で募集しています。動画の途中で CM を流すタイプならかなりリーズナブルな価格でできますし、その CM が入った動画というのはずっと再生され続けます。もしちょっとでも興味のある場合は概要欄の URL かメールアドレスまでご連絡お願いします。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。